こんにちは、こだまです。このチャンネルでは僕の理想のショーケース作りを進めていきます。現在のショーケースはこんな感じです。それでは今回飾るのはこちら。BB 戦士377武者ゴッドマルと BB 戦士武者ゴッドマル最終決戦バージョンです。こちらは2012年発売のキットですね。青いパッケージの最終決戦バージョンは377の武者ゴッドマルに追加パーツなどが付属するものです。こちらのキットはプレミアムバンダイ限定のキットとなります。武者ゴッドマルは武者ガンダムシリーズの7作目、超機動大将軍編の主人公です。前作7人の超将軍編に登場した V 丸が師匠爆竜ガンダムの下で修行を積み成長した姿ですね。胸には師匠から授けられた円錐の玉があります。翼神鉄拳流で戦う熱血漢です。ゴッドマルは民衆に圧政を敷い始めた兄ビクトリー大将軍に疑問を持ち、ガンダム軍からお尋ね者として追われながら、その謎と解決のために親友である鋼丸と共に旅をしていきます。ゴッドマルのモチーフはゴッドガンダムです。比べてみるとなるほどなぁという感じがするのではないでしょうか。らしいギミックもありますよ。それでは開封。ランナーはポリキャップを含めて9枚。小さなランナーもあるのでサクッと作れそうです。このキットは僕の大好きなレジェンド BB というシリーズのものです。このシリーズでは過去に発売されたキットを新しくリメイクしています。ナイトガンダムや武者ガンダムなんかもあるんですけど、ほんといいですよ。レジェンド BB シリーズはみんなおすすめです。このガッドマルも元となったキットが1995年に141番の BB 戦士で発売しています。ただ、僕は当時ゴッドマルを作っていないんですよね。ビクトリーとか鋼丸とかも持ってなかったですね。ゴッドマル以外の党派5人衆はみんな持っていたんですけど、別に嫌っていたわけではないので巡り合わせが悪かったんでしょうね。組み上がりました。かっこいいですよ。やっぱり形になるとテンション上がります。最終決戦バージョンも開封してみましょう。これは追加された赤波天狂剣ですね。シルバーメッキの大きな刀です。存在感があります。新爆熱の陣用の追加パーツです。ゴールドメッキでキラキラですよ。通常版ではメッキ加工されていなかったパーツもメッキ加工されています。これは豪華なゴッドマルになりそうですね。ホイールシールも新しく追加されています。通常版にはニコニコ目が付属していましたが、最終決戦バージョンでは切れ目に変更されています。説明書は通常のものの他に専用のものが1枚追加されています。組み立てたものを見ていきます。軽装タイプです。頭部はダブルボールジョイントなのでだいぶ自由に動きます。肩に引き出し機構があり、肘が稼働します。肘の稼働嬉しいんですよね。それから肩、腕の付け根、手首がボールジョイントになっています。膝可動はありません。足の付け根と足首がボールジョイント。足首可動は接地性を良くしてくれるので、かっこよく立たせることができます。装備をつけて武者形態にします。仮組ではクリアパーツをつけていませんが、胸に円錐の玉があります。GO の文字はモールドはなくシールでの再現になります。装備はしっかり保持されて簡単に外れないようになっていますね。かっちりした感じがします。この羽織がかっこいいですよね。スーパーモード爆熱の陣にしてみます。爆熱光を展開して党派の羽織を開いて、肩に爆熱の門が見えてきます。モールドがあるので塗装もしやすいです。バックパックから展開する爆熱心眼翼の中央と下の接続部分が緩いですね。塗装をすると厚みが出て保持されるようになると思うんですけど、
素組みの場合だと瞬着で軸を太くするなど工夫が必要かもしれません。砲雷角を立たせてスーパーモード爆熱の陣です。ゴッドガンダムのハイパーモードを感じさせる姿です。かっこいい。武器は2本の刀、熱波刀、爆裂刀です。二刀流ですね。刀はバックパックの鞘に収納しておくことができます。目はパーツの前後を入れ替えることで表情を変えることができます。目のシールは4種類付属するので、そのうち2種類を選ぶ形です。このゴッドマール、このままでもかっこいいんですが、箱の完成見本を見ると色分けの足りないところも結構あります。ここから工作をしたり塗装をしたりして見本に近づくように制作を進めていきます。うちには以前制作したゴッドマルがもう一人います。そちらを武者形態とし、これから爆熱の陣用のものと新爆熱の陣用のものを制作し、3形態揃えて飾りたいと思います。制作を始めます。まず合わせ目消しをします。パーツとパーツを合わせた時にこんな風に本来はないはずの線ができてしまうので、接着して消していきます。プラスチックを溶かすセメント系の接着剤を接着面に塗って接着。兜の合わせ目なんですが、挟み込むパーツがあるので後はめ加工をします。丸になっていた接続部分を U 字にカットしました。これで兜を接続してしまっても後から接続することができるようになりました。可動も大丈夫です。それから爆熱鋼にも合わせ目が出ます。こちらもそのまま接着すると塗装がしづらくなってしまいます。パーツにちょうどいい直線のモールドがあるので、ここでカットしてしまいます。こうすることで合わせ目消しをした後に組むことができるようになります。接着剤が乾燥したらヤスリをかけて接着跡をきれいにします。次に肉抜き埋めです。気になる穴をエポキシパテで埋めていきます。エポキシパテは主材と硬化剤を混ぜて時間が経つと固まるパテです。しっかり混ざったら肉抜き穴を埋めていきます。硬化したらこちらもヤスリをかけて表面を整えます。各部のモールドを毛書き針を使い彫り直しておきました。こうすることで後できれいに墨入れができるようになります。ヤスリをかけて各部をきれいに整えます。フロクソンのペンサンダーに紙ヤスをつけています。400番で削って600番で仕上げです。ゲート跡も一緒にきれいにしています。パーツを超音波洗浄機で洗浄し、乾燥したら塗装に入ります。今回使う塗料はこちらです。色数は少ないですね。基本の塗装にはクレオスのラッカー塗料を使い、一部の塗り分けにはタミヤのエナメル塗料を使います。塗装にはエアブラシを使用します。肉抜きを埋めたところは色味が変わってしまうので、本塗装の前にサーフェーサーで下地の色味を統一しておきます。クールホワイトを塗装しています。ミスターカラー GX は発色が良く塗膜も強いということでお気に入りです。量が多いのも嬉しいです。塗装をしたら一度光沢クリアで塗膜を保護します。1回目の塗装が終わりました。2回目の塗装です。メッキパーツは塗装の前にガイアマルチプライマーと光沢クリアを吹いてメッキを保護しています。ナイトガンダムの時に光沢クリアでメッキパーツが曇ってしまいました。湿度が高い時に塗装をしたのが良くなかったのかなと思っています。あの時は大雨だったんですよね。雨が続いて進んでいなかったので焦ってしまいました。2回目の塗装が終わりました。3回目の塗装です。塗り分け箇所をマスキングテープを使いマスキングします。マスキングにはデザインナイフでカットした綺麗な面を使います。こんな感じでマスキングができました。さあ、綺麗に塗り分けられるかな？
いいですね。綺麗にできています。はみ出したりした時には筆塗りで修正しています。3回目の塗装が終わりました。塗装ブースから排気するため、窓を少し開けて塗装をしています。外は雪が降っていますよ。寒いです。4回目の塗装が終わりました。さあ、エアブラシ塗装の終わりが見えてきました。最後のエアブラシ塗装です。シルバーの塗装にはスーパーファインシルバー2を使用します。BB 戦士の刀はワンパーツで色分けされていないので、刀身を塗装するとすごくかっこよくなります。BB 戦士を作っていてテンションが上がるところの一つですね。エアブラシ塗装が終わりました。細かなところを筆塗りします。新爆熱の陣の肩の鳳凰の門は見本を見るとクリアグリーンみたいな色で塗り分けられています。メッキランナーにエナメルのクリアグリーン、クリアブルー、レモンイエローとブルーで調色した緑で試しに塗装をしてみました。一番それっぽかったのはクリアグリーンだったので、クリアグリーンを筆塗りします。いい感じに塗れたと思います。ここを塗り分けるとよりかっこいいですね。塗装してよかったです。爆熱の門や羽織をエナメルのブラックで塗り分けます。エナメル溶剤は下地のラッカー塗料を溶かさないので、後からエナメル塗料だけを拭き取ることができます。はみ出しても気にせず塗っていきます。量は多いですが、羽織や足のパーツなどもみんなマイナスモールドになっているので拭き取りやすいです。はみ出したエナメル塗料をエナメル溶剤で拭き取ります。きれいに塗り分けられて気持ちがいいです。墨入れをしていきます。墨入れにはタミヤの墨入れ塗料を使います。こちらも薄められたエナメル塗料なので、ラッカー塗料に影響せずに後から拭き取ることができます。はみ出してもいいのでバシャバシャ塗っていきます。エナメル溶剤ではみ出したところを拭き取ります。この作業が楽しいんですよね。失敗を気にしなくていいし、完成度が上がったなーって実感もできますし。ここでクリアパーツに一工夫。使うのはこちら、ラピーテープです。ラピーテープは鏡面になっているテープなんですが、このテープ、裏の粘着面も鏡面になっているんですね。これをクリアパーツの裏面に貼ることで、光を反射して輝かせることができます。比較するとこんな感じ。右側がラピーテープを貼った状態です。違いわかりますかね。最後にトップコートをしてツヤを整えます。基本的に通常版のゴッドマルは艶消し、最終決戦バージョンは光沢仕上げにします。それからメタリック塗装をしたパーツも光沢仕上げにします。組み立てていきます。こちらは通常版用の軽装タイプです。装備をつけていきます。胸のパーツは塗装したのですが、最終決戦バージョンについてきたメッキパーツを使用します。メッキ好きなので、こちらは刀です。塗装頑張ってよかったなーって思うところです。こちらは最終決戦バージョンの軽装タイプです。こちらは切れ目を使用しています。光沢仕上げにしているので、通常版と少し質感が違います。ピカピカしてますね。最終決戦バージョンは鎧がみんなメッキパーツなのでゴージャスですね。これで3形態のゴッドマルが揃いました。みんなかっこいいです。塗装前と比較してみましょう。もともとかっこいいキットなのですが、情報量が増えてよりかっこいいゴッドマルにできたと思います。めちゃくちゃかっこよくてずーっと眺めてられるんですよ。幸せです。
レジェンド BB のゴッドマールを3形態揃えることができました。これで兄の武者ビクトリーと並べて飾ることができます。塗装に失敗してやり直したりして思った以上に時間がかかってしまいました。レジェンド BB シリーズは時々一般販売で再販されていて、お店で見かけることがあると思います。とてもおすすめのキットなので、興味を持った方はぜひ作ってみてください。それではまたお会いしましょう。こだまでした。